ベトナムネイバー2025年7月30日水曜日。本日のベトナム経済ニュースです。はい、まずは本日の主なニュースラインナップです。お願いします。経済ニュースです。製造業ではプリント基板大手のメイコーが風東省で新工場、米ハイテク機器コヒーレントもドンナイ省で新工場を開設しました。金融ではベトコムバンクとモモが提携、クレジットカード発行。VP バンクは SMBC 主幹事を大型の資金調達に成功しています。なるほど。不動産建設関連、ハノイホーチミン市のマンション価格が過去最高水準。建設省は悠久不動産への課税を提案しています。課税ですか。そしてビングループ傘下のビンファストはインドに続きインドネシアでも自動車工業会に加盟しました。その他 IT、商業、農水、運輸などのニュースもお伝えします。はい、次に社会ニュースです。国内のゴルフ料金高騰問題、佐賀県での事件、サッカー女子アジア杯の組み合わせ、それからブリックス加盟に関する専門家の指摘、出生率低下対策、偽造品問題、ハノイ市の観光動向、タンソンニャット急行での新技術導入などについてお伝えします。幅広いですね。最後に本日の為替相場情報です。では経済ニュースから詳しく見ていきましょう。まず IT 関連ですが、プリント基板のメイコーが風東省で新工場を開所しましたね。これはベトナムで3番目の工場になりますね。投資額も約500億円と大規模です。ビルドアップ基板を製造するということで、これは高度な技術ですね。なるほど、高付加価値製品へということですね。そうですね。金融です。ベトコムバンクと電子決済のモモが提携クレジットカードを発行開始しました。これはみずほ銀行が出資する両社の協業第一弾ということになりますね。モモアプリ上でバーチャルカードが発行できて、審査も早いと。手数料、年会費も無料なんですね。利便性が高そうです。同じく金融で VP バンクが SMBC 主幹事で 3.5 億米ドルの協調融資契約を結びました。時価なども参加していますね。これは女性経営の中小零細事業者向け融資などに活用されるということです。なるほど、目的が明確な融資ですね。商業です。マサングループですが、第2四半期は減収となりました。そうですね、9% の減収です。これは電子インボイスの義務化で食品販売が影響を受けたと。ただ純利益は2倍になったんですね。上半期、つまり半期で見ても売上は微減ですが、純利益は 2.3 倍と収益性は改善しているようです。不思議な感じもしますが、コスト管理などが効いているのかもしれません。建設関連に行きましょう。4から6